にちは、ノリスピロリンです。最悪な悪のね、1話から3話までいかがでしたか？配信当日ね、見ることができないっていうね、コメントをね、意外とたくさんいただいたので、コミュニティでも紹介したんですが、ディズニープラスの設定の際に、年齢制限を後でにすると、12歳までの年齢制限になってしまうようなので、最悪な悪を見ることができないようですね。コミュニティに解除の方法を記載しておりますので、ぜひ試してみてください。最悪な悪ね、もうね、私3回目1回目はこの間試写会で、2回目は仕事をしながらお店で、3回目はね、夫に無理やり見せました皆さんね、自分が満足したらぜひみんなにね、布教活動してみましょう今回の狙い目はね、40歳以上の男性です。うちの夫曰く、ノスタルジアブームにね、しっかりハマってるなって言ってました。ノスタルジアって過去を懐かしむことや懐かしいという感情を抱くことらしいんですが、今はそのノスタルジアマーケティングブームらしくって、40から50年代は昔を懐かしみながら、90年代を知らない Z 世代は90年代を新しいみたいな感覚で、去年から広告業界でブームになっているらしいです。トップガンマーヴェリックがまさにその代表らしいです。それだけに今回のディズニープラスは最悪な悪を大きく掲げてお金かけて宣伝してますからねとりあえず3話見て、うちの夫はまあまあ面白いなって言って見てくれてました。もう布教活動成功です初めの頃の田舎の刑事パク・ジュンモのチャンクさんを見て、なんかキムタクに似てるなってやっぱりね、こうイケメンは共通するんですかねそう思ってみると意外とキムタクに見えてくるんですよね。の潜入捜査の場面になると、なんかピエール滝になったなってピエール滝と思って携帯で調べてみたら、死ね似てるかってなったんですけど髪型が似てるって嬉しそうに何回も言ってましたドラッグのねドラマなんでピエール滝だそうですそれにね、タバコを吸うシーンがねすごく多いですよね。こちらもね、夫曰く90年代の頃はもうこれくらいの感じで俺もタバコ吸ってたなってえらい懐かしんで見てましたよ。禁煙ブームのね、今じゃ考えられないことですよね。そしてね、日本で放送されていた潜入捜査もののダブルフェイス、こちらはね、潜入捜査をしていた西島秀俊さんがもう最後に死んだからね、あれは後味が悪かったっていう夫なんかね、嫌な予感チャン君死なないですよね死なないでそれとかね、なんか奥さんが内通者かとかねわけのわからないことを言いながらね、意外と楽しんでました。そんなね、夫のツッコミにも負けず、演技もねすごい上手いから、そこを注目してみてってね言いながら見てました。今回のドラマはね、男性も見てくれそうなので、チャンクさんの推し活を旦那様に理解してもらうチャンスですよね。チャンクさんのね演技も輝くので、顔だけではなくチャンクさんの演技力を旦那様にアピールしてみましょう。ぜひ皆さんもやってみてくださいね。もうそれにしてもノスタルジアブームと言い出したら、90年代のファッション、私ならどんな服着ていったかなって考えたり、これこの間の私が見逃したイベントなんですけど私ならこれかなとか考えたりして、これにニーハイブーツですかね、虚しいそれではちょっと気分を変えていきましょう。今日は純子さんの妄想でお楽しみください。不倫経過から念願の刑事課に配属になった私は、ある事件で派手なカーチェイスの末に犯人逮捕をして、その腕を買われ、なんとチチャンク捜査一課長のチームの一員となったなんとで、今日は先輩たちに遅れを取らぬよう射撃訓練を自主練しようと一人で射撃室に向かった。よかった、今誰もいないわ。
実弾訓練はいつもに増して緊張を伴う。一人だと他の刑事に気を取られることなく集中できると思ったその時ネクタイを緩めながらチャンク捜査一課長が入ってきた。一番いいシーンですね。凶悪犯に立ち向かい数々の難事件を解決し、30代の若さで捜査一課の課長となった敏腕刑事。課長お疲れ様です。こんな時間だしもうお帰りになったとばかり思ってました。君の方こそ遅くまでお疲れ様。仕事熱心だな。一緒に売ってもいいかな。はい。彼はヘッドホンをつけて標的パネル稼働のスイッチを押した。随分と離れた距離25メートルはありそうだ。銃は38口径のリボルバー。黒光りするその銃は彼の手と一体化する。私も一体化したい。キモすぎ。狙ったポイントに絶対外さない彼の拳銃さばきに思わず簡単の吐息が漏れる。端正な横顔、いつも気さくで柔和な笑みを浮かべる顔も、この時は大概の瞳がうっそう深い黒みを帯びて別人のようにクールな顔になる。次々とポイントに命中させていく。多分男も惚れるに違いない彼。そんな彼の横に立ち胸の鼓動が激しくなり顔が赤くなるのを悟られまいと身を構えて私も一発目を撃った。緊張のせいか拳銃が重く感じる。結果ポイントをやや外してしまった。発射の反動で腕がぶれるんです。片手打ちはまだ練習しないとダメですね。そう言って私は恥ずかしくて照れ笑いをした。キモすぎ。彼は最初は両手打ちで構えて打つ練習すると良いよ。そうですね。そう言うや否や私の両手を持ち、なんと腕をつかみフォームを確認すると私の背後に回り再び私の銃を握る手に手を重ねた。なんとよし腕はいそんな体が密着しすぎてる心拍数が暴走する。バキュー。私の銃弾が初めてポイントに命中した。彼は私と彼のヘッドホンを外しながら上出来だよ、今の感覚忘れないでと、やはり後ろから私の両肩にパンと手を乗せ耳元でささやいた。なんと彼のウッディノートのフレグランスとかすかな汗の匂いが鼻をくすぐる。いい匂い。バックハグの体勢で離れた時に感じた筋肉質の体に羞恥心など追い払って向こうに行ってしまいました。子供を預けたくなってしまいそうだ。私の顔はおろか耳まで赤く染まっていくのを感じる。どうした？暑い？ここあまりエアコン効いてないからな。そうじゃないんですって、こんな顔違いますね。そうじゃないです。課長がかっこよすぎるんです。言っちゃった。言ったんですね。多分私の目ハートマークになってたりして。一瞬彼は驚き固まったように見えたが、しかしインディアンエクボが両頬に出るあの笑みで私の顔にかかった髪を指で払いながら至近距離で見つめると、本当だ、ハートマークになってる、イップだと言ったのだ。なんと
予想をはるかに上を行く彼のリアクションに驚いた。そんなキモすぎとしか言えなくなった私。そんな私に彼は実はさ、何君がこの射撃室に入るのを見てきたんだ。なんと君は覚えてないかもしれないけど、警察学校時代剣道の練習試合をした時、面を外して挨拶を交わした時の爽やか笑顔の可愛い君のことが忘れられなくて、なんとうちのチームに引っ張ったのは実は僕なんだ。自分の近くにいてほしくてね。なんとこれなんとってちゃんと物語の中に書いてますこの意外な展開に嬉しいやら恥ずかしいやらでとっさに出た言葉が、よろしくお願いします。両手を差し伸べて握手を求める、なんともへんてくりんなリアクションになった。よかったらこの後一緒に柔道の練習にも行かないかなんと私の手を握ったまま私の返事を待つこともなく柔道場に引っ張っていくのだった。職権乱用私のハートを一発で射止めて、今度は柔道で寝技を決めるつもりで、そんな風にされたら私は完璧に禁止だわ。禁止でしかない。こうして私の刑事生活は素敵なツンデレ師匠様と共に始まったのでした。終わりもう最高ですね。もう今回の最悪の役にぴったりです。シチュエーションも純子さん最高です読みながら私が一番楽しみました。また純子さんお待ちしてますそれでは今日のコメント紹介します。モンハン生最悪な悪のイベント公開しかないの動画にいただいたコメントです。22ビーバーハウスさんです。インフルエンサー招待を知った時にピロリンさんも呼ばれてもおかしくないのに呼ばれなかったと思ってました。すいませんまさかこんな事態だったとは悔やんでも悔やみきれないと思いますが、いけなかった事情の説明も優しい息子さんがしてくれたことですし、ピロリンさんならまたきっと YouTuber 特別枠でチャン君ツアーコン韓国旅行付きイベントとかに招待されますよ。やったーやったー、その時はピロリンご一行様で私も連れて行ってください。かっこ笑いビーバー妄想劇でしたといただきました。ありがとうございますビーバー様そんなんあったらめっちゃいいですよね。みんな連れて行きますはるさんです。ピロリンさんの気持ちめっちゃわかります。4年前渡韓した6月末、テレビで見たレイのカフェに午後行きました。入り口に男の人が何人かいたのですが、あまり見るのも失礼かと思い入店、お店の人に勇気を出してチャン君のことを尋ねてみると、外を指さしてよぎって言われて慌ててみるものの、すごい車に乗って行く人影、なんとチャン君本人でした。なんとそれはショックですね。私にとって時間を巻き戻したい出来事ですといただきました。いやもうそれもめちゃめちゃショックですね。いやなんかはるさんありがとうございます。ちょっと慰められました。私もこちらの動画金曜日夜9時に更新しております。このように字幕つけておりますので字幕ボタンでご利用ください。今日の動画少しでも面白かったという方は高評価チャンネル登録コメントで応援していただけるとすごく嬉しいです。ノリツプロリンでした。アニャーン。